おっと、ホフマンさん、お久しぶり。ヒンギスタンの革命は成功したみたいだね。ええ、もう大丈夫よ。それより別の問題が起こったの。アニータさんは上に？ああ、ついさっきまで10階の役員室で一緒だった。まだいるはずだよ。それじゃあホフマンさんも一緒に来て。エレベーターをご利用になる場合はスキャナーに社員証を通してください。入れ。失礼します。お帰りなさい。ヒンギスタンの方はうまくいったのですね。はい、現在は兄が市民の代表者と革命評議会を準備中です。ではあと少しで流血と攻略の準備が整いますね。先ほどシャイヤーさんと封印の大陸の流血とを攻略するための話し合いをしていたところです。すまないが、その前に別の報告がある。町のすぐ外、ポリュミネが植えてあるところでスクリーパーと戦いになった。スクリーパー、やはり出たのですね。なんだ、意外と落ち着いてるな。実は皆さんが外に出られている間に、私は父のインフィニトーの残した研究を見直すように研究者に伝えました。その結果、ポリミネの本当の目的が判明したのです。本当の目的？ポリミネにスクリーパーを遠ざける力は認められませんでした。私たちの推論通りになってしまいましたね。では大地の汚染を取り除くという効果は？ご存知の通り、ポリミネは大地の汚染物質を根から吸収し、その実の中に蓄えると言われています。ですが木の本当の目的はそんなことではなかったのです。汚染物質の除去が目的じゃないって、それじゃ本当の目的は？大地の力を吸い上げ、その実に蓄えることです。あの実って汚染物質が詰まってるんじゃなかったの？父が兄に総帥の座を追われた直後、汚染物質として貯蔵されていたはずのポリミネの実がどこかに持ち去られていました。そこで実の分析を行った結果、汚染物質ではなく高純度の魔力が検出されました。この星の大地のエネルギーを集め持ち去ること、それがインフィニトーの目的。流血塔も大地のエネルギーを組み上げるための装置。彼の目的は一貫しています。おそらく彼がこの星にやってきたというアマかける船でしょう。アマかける船、それはどこに？大地の里の言い伝えでは、龍玉の力で海の奥深くに沈められたといいます。インフィニトーが私と龍玉を揃えようとした理由がそこにあります。イリスさんに龍玉の力を使わせて沈められたアマかける船を浮上させるつもりなのですね。はい。あちらの大陸のことでしたら、私に心当たりがあります。皆さんもご存知かもしれませんが、平和維持軍という組織がございます。あの人たちに頼むのね。クイーンスクリーパーを倒したほどの人たちだものね。はい、説明すればちゃんと分かっていただけると思います。では早速出発しましょう。
人選はあなたにお任せします。再編成するのですか？これで毒を抽出させられる。でも肝心の細胞を死滅させる方法が。ファニルさん、どうかなさいましたか？皆さん、それはポリミネの種ですよね。だいぶ形が変わっていますが。はい、皆さんからもらったポリミネの種ですが、指定したものを吸い込み溜め込む性質があるのです。その性質を利用して毒だけを抽出するように改造してみたんです。毒だけをですか？今このポリミネ貝にはある猛毒だけを吸い出すようになっています。猛毒？どなたか窮地に陥っていらっしゃるのですか？あの人を助けてくれて何も言わずにポリミネの種を分けてくださいましたし、他言無用でお願いしますね。ありがとうございます。実はあの人の体には
スクリーパーの細胞が埋め込まれているのです。コリンの勇者様にスクリーパーの細胞が？正確には、人間とスクリーパーの細胞を融合させた1号細胞と呼ばれるものです。この細胞は瀕死だった彼を救い、スクリーパーを弱体化させる超音波を発する能力を与えました。それだけではなかったのですね。はい。この細胞は、スクリーパーの細胞でもあるんです。高純度のエネルギーを外部から補給すれば大丈夫なのですが、減って抵抗力を失うと、スクリーパー化してしまうのです。そんな。植え付けたスクリーパー細胞の増殖を抑制するために、強力な毒を分泌する細胞も植え付けられています。そして、スクリーパー細胞を殺すほどの毒を中和する解毒薬は、この維持軍では作れませんでした。これも、高純度のエネルギーを外から補充し、免疫力を上げて解毒するしかありません。なら、そのエネルギーを補充すれば。それほどの高純度のエネルギーは、現在ではバイタルエネルギーと呼ばれる、人から抽出される命、意志力のエネルギーしかありません。そんな、じゃあ、コリンの勇者様は。ユリーさん、安心してください。彼の中にある1号細胞は、今、時を凍結しせる術により時を止めています。その術を持続させるために、妖精が持つ植物からマナーを生み出す能力を使っています。もしかして、コリンの勇者様から離れないのは。はい。あの人の命は、コリンちゃんのおかげで持っています。私は、彼の体の中から、1号細胞を取り除いてあげたいんです。ファニルさん。こんなこと頼むのは失礼かもしれませんが、皆さん以外に、向こうの大陸に知り合いがいなくて。もし、向こうの大陸で薬の研究をしている施設があるなら、紹介してもらえませんか？お願いします。入れ。ニルさん、お待たせしました。ユリーさん、もしかして向こうの研究所に紹介してもらえるんですか？はい、こちらはもう許可をいただいてまいりました。研究所の方へはすぐにでも向かわれますか？許可？忘れてました。私も一軍を離れる許可を取らないと。クライアスさんに会ってこないといけません。
さんに骨を折ってもらったのに、私ってダメな子です。ファニル様、許可はなかなか下りないものなのですか？いえ、クライアスさんに言えば簡単に降りると思いますけど。それなら参りましょう。ファニル様の準備ができ次第。準備は大丈夫です。では、クライアスさんのところへ行きましょう。ユーリー。それに、ファニル？コリンちゃん、お疲れ様です。ファニル、彼らと一緒にどうしたんだい？向こうの大陸の研究施設を紹介してもらえることになりまして。ファニル、意味がわからない。ですね。というわけなんです。本当？こいつの体からあの細胞を取り出せるの？まだです。それを探るために向こうの大陸へ行きたいんです。そっか。ファニル、頑張れ！それでクライアスさんに維持軍を離れる許可をもらいに来たんですけど。ファニル様、私たちもクライア様に大事なお話があってまいりました。そうだったんですか？すみません、一人ではしゃいでしまって。ファニルらしいね。でも外の大陸へ行こうとするなんて、ファニルも成長したね。ああ、そうだな。ファニルもみんなもクライアスに用事があるんだろ。なら門を開けるよ。開門。入っていいぞ。どうしたんだ、ゾロゾロと。何でも重要な話があるらしい。重要な話なら私は出てましょうか？いいえ、ファニル様も聞いておいた方が良いと思います。私もですか？はい。まずファニル様の要件を先に。わかりました。クライアスさん、どうしたんだファニル。ずいぶん気合が入ってるようだが。私しばらく平和維持軍を開けます。おいおい、いきなりだな。理由は何だ？彼の体を治すために向こうの大陸に渡りたいんです。この様子だとここにいる全員が例の体のことを知ってるみたいだな。私の判断で話しました。それで彼らが向こうの研究所を紹介してくれることになりました。たくましくなったなファニル。おっと、このセリフは女の子には不適切だったな。そうか。もしそれが最善と思うならファニルの判断に任す。ありがとうございます、クライアスさん。礼には及ばないよ。こいつの体が治る可能性があるかもしれないんだ。むしろこっちから礼が痛いくらいだ。ではファニル研究員、向こうの大陸の人間と技術交流を行ってきてくれ。了解しました。で、そっちの重要な話を聞かせてもらおうか。実はこの世界は危機に瀕しております。それは
2000年前から続くもの。2000年前ってことは、この大陸の封印や私たち妖精の言い伝えと関係があるの？よくわかりましたね、コリン。ズバリそのことです。この大陸の封印ってのはクイーンスクリーパーを閉じ込めるためのものだろう。クイーンを倒した今は解決したんじゃないのか。クイーンを生み出したもの。それが本題か。2000年前、他の星から天かける船で現れた侵略者がこの星の大地の力を奪い、彼の星へ持ち帰ろうとしました。その侵略者の名はインフィニト。人類のこの星の共通の敵です。